頑張って走ってんのに全然速くならない。それ努力不足じゃなくってジョグが速い、それが原因かもしれません。ランニング大好きシンガーソングライターのER山水です。ジョグ速くて何が悪いのって結構思っちゃったりするじゃん。私もねジョギング自体も頑張るもんだと思っていたんですけど、ジョグ頑張りすぎてしまうとジョグ自体で疲れちゃう、疲労回復しない。なのでスピードを極めたい日ね、ポイント練習の日とか頑張りきれなくてそこでスピードが出せなくなってくる。そんな感じでですね、ジョグって何も考えなくて走る日って感じでもいいんだけど、ちょっとねジョグのペースをコントロールしてあげるだけでスピード感、ランニングの質って結構変わってくるので、今日はちょっと再確認していきましょう。さあここでジョグのペースどれくらいなのっていうところで、ジョグのペースね、皆さん大体普段どれくらいですか？昔ね、私はねジョグはね大体5分半くらいかななんて思ってやってました。私自身はじゃあフルマラソンで大体サブ3ぐらいで走るので4分15でフルマラソンを走ります。その私が5分半、これ実はちょっと早いんですよね。プロの方のジョグ、これはね北海道マラソン2回優勝している吉田香織選手に教えていただいたんですけど、プロでもね、キロ3で走る人でもジョグ5分とか5分半だよ。さらにサブ 3.5 で走る方、フルマラソン5分ペースが頑張りどこですよね。その方がじゃあジョグがキロ6分だったら、これちょっと早く感じるのちょっとイメージできたんじゃないかなと思います。ペースじゃねちょっと分かんないよってところで一番参考にしたいのが、日焼けでね時計がみんな見えてくるよねっていうところで、時計をつけられてる方は自分の心拍数、これをね参考にするのがめちゃくちゃおすすめです。最大心拍数のだいたい6から7割と言われてます。私で言うと最大心拍数が180切ってくるので、私のジョグゾーン2の心拍数は110から120ぐらいなんですよ。意外とねすぐ上がる。正直ちょっと10分20分いい感じと思って走ってたら、だいたい130超えてきますね。皆さんね時計してる方はですね、アプリ連動してる方多いかと思います。ストラバとかでも見えるのかな。ペースももちろん見てほしいけど心拍数見てみてください。130超えてた人、140超えてた人、それでねどんどん今成長してるよ、私は全然これが合ってるって方はもちろんもうそのままどんどんいっちゃってください。ただ普段私もう200、300走ってるの、頑張ってるのなのにね、フルマラソン毎回理想より5分なんなら10分遅いの、距離増やしたのに速くならないんですけどみたいな、そういう方結構いるのよ。私もそうだったから分かる。だからそこで頑張るのを増やすんじゃなくて、ジョグのペースを見直す。むしろしかもゆっくり走っていいんだよ。それでさ速くなれるなんてさ嘘みたいな話じゃん。いやそんなこと言われてもこれ以上ゆっくり走ってもう速くならないかもしれないからもうちょっとやだっていう人もねいると思うので、なんでゾーン2がいいかっていうのを理解するとジョグのペースちょっとね気をつけるようになるかと思います。まず一つはですね、速く走る時ってやる時、皆さんどんなところをね体で使っているかっていうと、太い血管を使うんですよ。もうだって一生懸命体酸素を巡らせなきゃいけないから太い血管ガンガン使っていく。もちろんこの練習も大切だけど、そこではなくしっかりねフルマラソン走り切りたい、そんな体を作っていきたい方は毛細血管さんなんですよ。頑張ってハーハーする時は毛細血管に酸素ってなかなか行き渡らない。こういうところにも行き渡らせたい時ね、それは温泉入って使ってる時みたいにじわー私の中では感覚としてはあるんだけど、そういう時ってさまたかくなる感覚あるじゃない。なので毛細血管に酸素を行き渡らせる、毛細血管をしっかり元気にしていくっていう意味でゾーン2で走るのが大切になってきます。そしてゆっくり走っていくと、どんなことが体の中で起きてるか、早く頑張って走っている時はしっかり糖質を使って走ります。ただゆっくりじわじわゆっくり走っていくと脂質代謝がねすごい良くなってくるんだよね。だから早く走るのも大事なんだけど、じんわりゆっくり走るっていうことが脂質代謝型の体にしていくことにとっても大切になってくるので、だんだん上空ゆっくり走りたくなってきたでしょ。さらにね心肺機能の向上だったりとか、エネルギーをねしっかりうまく作るために大切なミトコンドリアを増やすためにもジョグゾーン2でしっかりやってあげることがめちゃくちゃ大事になってきます。じゃあここでねゾーン3、ちょっと心拍も130、150になっていくのが悪いのかっていうそうではないんですけども、やっぱりねちょっと比べてみてほしい。ゾーン2に変えた時、ゾーン3で結構毎週のジョグを頑張ってた時、疲労回復度っていうのがね変わってくると思うんですよね。でこれ本当にもう感覚大事だし、みんなに合ってるというよりは本当にバラバラなので、試しながらねよかったらやってみてください。私はゾーン2にしてから本当に怪我ほぼゼロでやってこれて
います。ただね、はい、ジョグね、じゃたらったら走っていいのかっていうと、そこちょっと大切にしたいところで、毎回言ってるね、手ちょっとグッと上げて、お腹がねちょっと張る感覚のその腹圧をかけようよ。腰低いままもう悪いフォームで、はい、たらったらジョグ、心拍上がってないからこれで速くなるんでしょうわではなくて、こんな時はですね、ジョグこそフォームは気をつけてほしい。だってさ、一生懸命走ってたらさ、めちゃくちゃフォーム乱れたりとかするじゃん。でもジョグはさっき言ったみたいにペースがねゆっくりな分、フォーム言ってたな、なんかしっかりちょっとこの辺上がってる、腰落ちない方がいいよなとか、なんか肩内側に私って意外と入ってたんだな、肩ちょっと広げてあげてこんな感じかなとか、なんか接地の感覚、なんか進みやすくなってきたな、心拍上がってないけどなんかちょっとだけペース上がるようになってきたなとかさ、なんかそんな感覚で少しずつね自分の走りを研究しながらジョグをねやっていくっていうのもおすすめになってきます。ちょっとそれでもね動き悪くなるんだよっていう方には処方箋ありがとうございます。私もねいただいた処方箋なんですけど、流し入れてあげる。流しっていうのは何かっていうと、走り終わりに少し自分の70から 80% ぐらいの気持ちで 100m ぐらいを大きく速く走るっていうのを1本2本入れておくだけでも動き悪くなりづらいので、私このちょっとジョグしちゃうとフォーム崩れるんだよなっていう方はですね、流しとかも入れながらぜひやってみてください。はい、ということで本日はジョグのペースの大切さをお届けさせてもらいました。皆さんいつものジョグはいかがでしたか？いやもうねゆっくり走るの苦手なんだよね。これ特に男性から聞きます。でも特に男性があともうちょっとがなかなか達成できないって方結構多いので、もしかしてジョグを見直したらパーンとねいけるかもしれないですよっていうところでね、ぜひねよかったら試してみてください。本当ねこの毎回ね言うんだけど、ランニングっていろんな練習の方法があるので、やってみていいなと思ったらねぜひ続けてみてください。それではまたうたらんチャンネルで楽しく走っていきましょう。またね、バイバイ。頑張るだけが頑張るじゃない。